敵の喉を切る手口を使う。その殺し屋は、その世界では知られていて、通称、ナイフを使う男、と呼ばれていた。その男が初めて、殺しの世界に現れたのは、その男がまだ、小学生か中学生の、少年の頃だったと言われている。その時の、その少年の狙いも、ヤクザの組員だった。どこかの町、二人のヤクザが、路上で立ち話をしていた。少年は、そのヤクザの一人に向かって、何かを投げた。その何かは、ヤクザに簡単に避けられて、ヤクザには当たらなかった。物を投げられた方のヤクザは、少年に近づいていった。もう一方のヤクザが、少年が何を投げたのか、確認に行った。少年が投げたのは、小さな投げナイフ。それに気づいたヤクザは、慌てて少年と、もう一方のヤクザの方を見た。少年の姿はもうなかった。そして、ヤクザは喉を手で押さえて、しばらく経っていたが、すぐに倒れた。そのヤクザは、喉をナイフで切られて、窒息死していた。その少年が持っていたナイフは、一つではなかった、というわけだ。殺し屋の世界は、過酷な世界だ。例えばどこかの誰かが、殺し屋を雇えば、その敵も殺し屋を雇うかもしれない。結局は殺し屋同士が、殺し合うことになるわけだ。生き残るのは、どちらか一人。だから殺し屋の多くは、早死にすると言われている。しかしもし、今回の犯人が、ナイフを使う男だとすると、その男は、実に20年以上も、その殺しの世界で、生き残ったことになる。そして、その一月後、と、さらにその一月後、体のあちこちがえぐられたフラン死体が、新たに2つ、それぞれ別の空き家で、発見された。例によって、部屋の壁に、こいつを食ってやったぜ、と、被害者の血で書かれていた。死体には止血も施されていた。
死体の前には、折りたたみ式のテーブルと椅子。その上に、フライパンを乗せた。携帯用ガスコンロ、その隣にまな板。そばに油と調味料。なるほど、と田原は思った。足りないものがある。まな板、コンロとフライパン。調味料があるのに。ナイフとフォークと皿がない。だが、フォークと皿がなくても、ナイフがあれば、肉を焼いて食べることができる。そして、犯人が、通称、ナイフを使う男なら、ナイフは手がかりになってしまう。だからナイフだけは、持ち去ったのかも。被害者は合計3人。最初の被害者は、国土交通省の局長。そして、新たな2人の被害者も大物だ。1人は経済産業省の内閣総理大臣秘書官。もう1人は政治家で、内閣官房副長官。マスコミはこれを、日本国に対するテロ行為だと、報道した。そして、日本国にテロ行為を行う人間は、日本人の敵だと言った。しかし田原は思う。現段階で、テロは言い過ぎだ。テロリズムとは、政治的な目的を達成するために、暴力、及び暴力による脅迫を、用いることを言う。しかし犯人の目的など、今は誰にもわからない。政治的な目的があるのかどうか。それを確認することが今は、誰にもできないのだ。マスメディアに携わる者なら、もちろんそれを知っている。マスメディアがテロと言っているのは、マスメディアが既得権益側の人間に、忖度しているからだ。つまり、既得権益側の人間が、それほど、ものを知らないということだ。そして、既得権益側の人間たちは、この犯人に対する、庶民の反感をできるだけ煽って、自分たちは守られたいと思っている。そんな思惑を感じる。日本という国が壊れつつある。そんなことを田原は感じた。新しい2人の被害者は大物だ。1人は経済産業省の内閣総理大臣秘書官。
もう一人は政治家で、内閣官房副長官。どちらも政治権力の中枢。内閣が絡んでいる。前回の被害者も。国土交通省総合政策局長。かなりの大物だが、今回はさらに上を行く。現内閣にとって、この二人を失ったことは、大きな痛手になる。総理大臣はそう言った。マスメディアは、殺された内閣総理大臣秘書官、内閣官房副長官、国土交通省総合政策局長、彼らがいかに国政に対する貢献をしたか強調した。彼らがいかに有能な人間だったか、彼らがいかに誠実な人間であったか、彼らがいかに国家のために努力したか、彼らがいかに日本の国政のために犠牲を払ったか。3人の被害者の一人、内閣官房副長官は政治家だった。その男と付き合いのある与党の政治家は皆、内閣官房副長官の死を悼んだ。彼らのコメントがマスメディアで報道された。再生リスト23に続きます。